の高さで落ちたらやばいよね。はい。ということで今回は気になってたマシンをゲットしたのでご紹介していこうと思います。ということで、どうも WPL-B16。こちらはですね、私の初めての WPL のマシンなんですけど、6人あんじゃんってなって買っちゃいました。ただですね、正規品だとオプションパーツがついた組み立てのキットしかなくて、2スピードミッションとかメタルの足回りとかサーボもステアリング用とミッション切り替え用の2つついて、金額が約1万4000円ぐらいだったんですよね。でもですね、今回はもうちょっと手軽に遊べるものが欲しいなと思って RTR を探してたところ、海外のサイトに行ったらあったんですよ。しかもですね、めっちゃ安かったので、お家に余ってるプロポと自信機乗せ替えればそれでいいじゃんと思ってですね、そしたらですよ、もう届いてびっくり。なんとですね、 RC メカが取り出しのそれだったんですよ。日本正規品の WPL の他のモデルの RTR だときちんとですね、ホビーラジコンと同じような構成なんですよね。なのでそれを想像して買ったら結構違って、オンとオフしかないステアリングあかんやんこれってなってるわけですよ。ただですね、ここで諦めたら私じゃないので EC とサーボを取り付けるためのステを見つけたので買っていました。それがこちら。まずね、ちょうど良さそうなチップみたいな感じの薄型の ESC で、これがちょうどいいサイズ感のステアリングサーボ、そしてサーボを取り付けるためのステブラケット、こんな感じ。一個一個はそんなに高くなくて、これ3つで3500円から4000円弱ぐらいだったんですけど、果たしてね、これちゃんとつくんかな。ちなみにプロポは技的ついてないんで使わないんですけど、こんな感じ。それからバッテリーと充電器もついてるんですけど、これも使わずにですね、手持ちのものを使っていこうと思います。ということで早速やっていこうと思うんですが、ここまでやらなきゃいけないってなると、正直 RTR 買うメリットって少ないよなってなってくると思うんですよ。なのでですね、このモデルが欲しいなって思った方は正規品を購入してください。ということで、この子を使えるようにしていこうと思います。出来上がりました。ちなみに摘出したパーツはこちらになりますね。まずこれが ESC 兼受信機。なんかこんな簡単に作れちゃうんですね。めっちゃシンプルで、摘出したサーボがこちら。これがサーボ。ここにね、ミニ四駆と同じサイズのモーターが入ってて、見えるかな、なんか漢字が書いてあるんですよ。金田生、まあいいや。モーターをバネで真ん中に戻すスタイルの、これよくトイラジで見る構造ですよね。で、これをまるっと外しまして、先ほど見ていただいたパーツがこの中に入ってるんですけど、ここについてたユニットをまるっと外して、今ブラケットがついてる状態ですね。で、ここにサーボを乗せて、 ESC はこの裏側に貼り付けてありますね。で、スイッチつける場所ちょっと悩んだんですけど、とりあえずはここでプランってさせておきます。これは後で考える。これまず説明書がなかったので、ノリと勢いだけで組んでみたんですけど、付属のネジだけだと本数が足りなくて組み立てができないんですよね。というのも、サーボをサーボブラケットに取り付けるためのビスが付属してないんですよ。なので M2 の 5mm を2本と 7mm か 8mm あたりを4本用意していただくのと、ボンネットの中の電池ボックスを元あったように取り付けるために M3 が2本、長さは5、6、7ミリくらいかなのビスが必要になってくるかなと思います。で、あとはステアリングのリンクとサーボホーンをつなげる部分、ここはですね、ノーマルのビスでもいいんですけど、ちょっとカラーが必要になってきちゃうんですよね。で、ちょうどいいカラー持ってなかったので、このノーマルのサーボホーンみたいなやつの出っ張ってる部分だけを切り取って、それをカラー代わりにしてこっちにつけましたっていう感じですね。で、プロポは安心安全、タミヤファインスペックで、受信機はここボンネットの中にいます。そうするとですね、付属のバッテリー、もともと使う気はなかったんですけど、ボンネットの中の定位置には収まりません。そこでこちら、表彰エッグリザードに付属してた、これ多分リチウムイオンバッテリーだと思うんですけど、ミセル 6.4V 500mAhのバッテリーを使っていこうと思います。これだったら ESC についてたコネクターと形状も同じで、いい感じに収まるんですよ。で、実はね、まだ走行チェックもしてないんですよ。というか、なんなら電源が入るかもわかりません。ということで、行ってみよう。スイッチオン。なんかドローンつけた時みたいな音がする。じゃあ早速ステアリング動かしてみますか。いきます。
うわー、じわじわ切れますね。ただ切れ角がやっぱ6輪回るっていうのはこいつの熱いところですよね。ただリーフスプリングだからどうかなどうなんでしょうねこれじゃあチェックしてみますか。やっていこう。まずはね、アングルマウンテンノースアルプス。嘘、だいぶ幅がギリギリだけどいけるかな。こっからが一番角度きついところ。うわっ、おー、いけるね。ちょっとこれ ESC の解像度が低いのかな。ちょっとねギクシャクする感じがあるかな。見て、一番後ろのタイヤ設置してないかっこいいねこれ。さあ下りなんとかいけました。あれだね、なんかモーターがちっちゃいからかドラッグブレーキが効かないけど、次のやつもいってみましょう。続きましてシーソーいってみよう。幅が結構ギリギリだな。うわー、サイズ感がすごい。シーソーのフレームに対してトレッドめっちゃギリギリ。今ね、真ん中のタイヤがちょっと浮いてる。6輪ならではですよね。かっこいい。うわー、でけえ。おお結構いい音したね。うわー、これかっこいいぞ。じゃあ次のもいくよ。トリックビー。いや、じわじわステアリング切れるのめっちゃいいな。おーっと、見て、このビームセクションいけるかな。おおちょっとね、やっぱ ESC がギクシャクする感じがあるからちょっと難しいかも。こっからもう一回。めっちゃギリギリだな。お、来た来た来た。うわー、怖い怖い怖い。わあ、戻っちゃった。リトライ。そもそもね、これビームに対してマシンの方が大きいんですよ。だからタイヤの内側ギリギリを狙っていかないと、ここまでは割とスムーズに越えましたね。こっからですよ、一番落差があるここ。あははは、落ちちゃった戻ってまった。いやー、難しい。動きが面白い。さあ、いるぞ。うわー、めっちゃ怖い。おっ、いけたいけた。うわっ、いい動きしたね今。ゴリゴリ言うとる。これマットフラップが硬すぎて邪魔しとる。ちょっと今の美しくないな。もう一回やろう。スムーズな走破を目指していくぞ。いいね。おお、エモいな。うわ、かっけえ。こっからですよ。左リアタイヤを着地させる位置。おお、来たー。見て、左リアも乗った。これは来たんじゃない。でもまだ落ちてないよ。うわー、いいんじゃない。合格。
いやー、マシンがでかいのと、あとちょっと言うこと聞きにくい部分もあるからめっちゃ難しいんだけど、なんかその分ね、めっちゃ面白い。でね、6輪の足の動きがめっちゃエモいんですよね。これはお値段以上ですね。せっかくなので、これもやってみよう。フリースタイル RC パーフェクトブレードや。いや、正直いけるかはわからん。けど、行ってみるぞ。よしよしよし。いいぞ。よし、オッケー。そしてこっからビームセクションに入ります。うわ、この高さめっちゃ怖いな。あー、左リアがちょっと落ちとる。ちょっと待て。この高さで落ちたらやばいよね。ステアリング切るだけで怖い。だがこいつはロークリンだ。ちょっと待って。左リアがダメか。頑張れ。うわー、かっけえ。いやー、こっから大事に行きたいね。左リアがちょっとはみ出てるけど、いけそうか？いけるのか？いやー、腹がつっかえてもうた。けたい。ちょっとこれはワンチャンいける？いけるんですか？これ無理や。もしこれ成功した方いらっしゃったら X とかで動画ください。ちょっと参考にしたい。諦めよう。無理ぽ。はい、ということでですね、最終ちょっと諦めてしまったんですけど、個人的にはめっちゃ楽しめましたね。ある程度のこの高さから何回もバンバン落としちゃったんで壊れるかなって思ったんですが、思った以上に頑丈。ただですね、ちょっとやっぱりステアリングの切れ角が少ないのと、足回りもリーフスプリングなのでサスペンショントラブルがちょっと少なめな印象ではありましたね。でもですね、それを含めてもこの金額でこれだけ走ってくれるっていうのはすごい満足度高いですね。これはね、一旦ノーマルで走らせて壊れたところからカスタムしていこうと思います。終わりー。